皆さんごきげんよう、上川薫です。ウクライナ訪問を終えた岸田総理が日本に帰ってきました。そして国会での質疑を待っていたのですが、野党からは、ウクライナに送られた必勝と書かれたしゃもじが不適切であると批判が受けています。このような国会質疑を見ていると本当に現在の野党というのは、税金の無駄遣いの象徴みたいな存在で、これらの人々がまともにこの国を良くしようと考えていることが全くないんだなというのを強く思い知らされます。ちなみに彼らの言い分としては、現在戦争中のウクライナに対して、しゃもじのような役に立たないものを送るなんて全くの無駄で不適切だという話をしています。そして立憲民主党の議員などは、日本が行うべきなのは、この戦争を終わらせるための和平の働きかけを行うことであり、ウクライナに対してもそのような戦争に勝てというような話をするのではなく、さっさと和平を結べというような働きかけ、外交を行うべきだという話をしています。ちなみにこのような現在の状態での和平を結ぶということが何なのかを全く理解していない考え方というのは、平和主義者の言葉としても全くの落第です。なぜならば平和というのは何も戦争状態にないことを意味しているのではなく、人々が安寧な暮らしをできる状態のことを平和というものです。現在のロシア軍による占領状態、平和とは程遠いものです。占領地域においては住民たちに対する拷問や強姦、略奪、子供たちに対しては誘拐、さらには文化的な面でいても、ウクライナ語の教育を行わない、そしてロシアがいかに正しい侵略を行っているかについて、子供たちに教え込む、いわゆる思想教育に基づくウクライナ人のアイデンティティの否定が行われます。文化的な抹殺という面においてもこれは非常に極悪な政策であり、このような政策が推進されることが分かっていながら、現在の状態での和平を求めるというのは全くの間違いです。少なくともそのようなことを口にする人々が自分は平和主義者だなどという権利は全くありえないことです。人々が安寧な状態で暮らせる状態を目指すことを本来の平和主義者であり、人々が苦しむような状態に固定される状態を平和などというのは明らかに自分たちの勝手な言い分に過ぎません。ちなみにもう一つ別の見方をすれば、必勝と書いたしゃもじを送るよりも必勝という願いを込めて軍事支援を行うべきではないか。そのような軍事支援もできないのに経済支援だけで満足するなというような叱咤激励の方が私はまともな批判だと思います。軍事支援を行っている国々の考えとしてははっきりとロシアをこの戦争で勝たせてはならない。勝たせてはならないということは何を意味しているかといえば、ウクライナにこの戦争に勝ってくれと願っているからこそ、そのような軍事支援を行っているのです。そして、ロシア軍を撃退し、それに伴う終戦協議といったものが最も良いシナリオなのです。そのようなシナリオを手繰り寄せるには結局のところ、力と力とのぶつかり合いにおいて、戦場からロシア軍を追い払うしかありません。少なくとも交渉しさえすればプーチン大統領はさっさと撤退してくれるなどというのは全くの夢物語に過ぎません。これまで多くの国々がロシア軍は侵略をやめようとはっきりと言ってきました。誰も外交していなかったからこのような状況になったわけではありません。外交を行った上で今があるわけです。そしてその今というのはまさにロシア軍の侵略によって多くの占領地域が残っていて、プーチン大統領はソ連時代に作った兵器を再生してでも、まだまだ戦争を行うぞという姿勢を見せ続けています。決して戦争をやめるという素振りなどを見せていないのが現状なわけです。野党はこのような話し合いが全く通じない相手が現実に侵略を行っているということを直視してほしいものです。その上で現実に基づいた外交政策について提案してほしいし、今の政府に足りない部分があればそれを批判するのは当然の権利です。そのようなことができないからこそ何か上げ足取りに時間をかけているだけの本当に無駄飯ぐらいだなという印象を残すこととなってしまうのです。さて話の前段はこれぐらいにしてウクライナの選挙解説に行こうと思います。選挙解説には戦争研究所の発表している地図を元にして皆さんに解説を行っていきます。まずは東部戦線、激戦地に緑黒の丸印が付けられています。大きな丸が付けられている箇所は2つ。以前からずっと継続的に激戦が続いていたバフムト、そしてその南、アウディイウカです。アウディイウカについてはこれまで一度も紹介してはいませんでした。というのも、この町も以前からずっと攻撃は受けているものの、非常に堅牢な守りを見せて、それほど大きな問題にならなかったからです。
ところが今回激しい戦闘マークがついている理由というのは、街そのものよりも、その街の周りの陣地が徐々に削り取られて、危険な状態に陥ろうとしているということが注目されています。これはバフムトの街と似たような展開です。街それ自体を落とすことが全然できない。しかし街への補給路を閉ざそうとする。そのような動きを見せることによって、ウクライナ軍の動きを封じる、もしくはできれば街そのものを包囲してウクライナ軍を殲滅しようというわけです。ただ、バフムトとアウディイウカを除いては、戦線としては非常に膠着状態が強まっていて、ロシア軍の攻勢も砲撃数の低下や攻撃頻度の低下などが見られて、ロシア軍は攻め疲れ、攻勢限界点を迎えているというのが一般的な見方となりつつあります。例えばこれはバフムトの3月8日の戦況地図です。この時点ですでに街の東側はロシア軍にある程度抑えられたのではないかといった状態でした。このあたりから私は、そうバフムトは最終局面にあり、補給路も非常に危険な状態であることから、撤退する可能性も十分あるというふうに解説を行ってきました。そしてこちらが3月23日の戦況マップ。3月8日から23日と、それなりに日は経っているのですが、ちょっとした間違い探しかなと思うぐらいに戦況マップに大きな変化はないと言えます。もちろんじわりとロシア軍が前進したことにより、色が濃く塗られている部分は若干は増えているのですが、決定的にバフムトが落ちるといったような状況でもありません。このようになかなか戦況が動かない理由というのは、守るウクライナ軍が非常に頑強に抵抗しているというのもあるでしょうし、また攻める側のロシア軍としても、戦死者が多すぎて、十分に攻撃する能力がない、有効に攻める手立てというものを考えることができないのかもしれません。戦況がなかなか動かない中において、ゼレンスキー大統領は前線の鼓舞を行っています。激しい戦いが行われることによって多くの兵士の士気もだんだんとすり減ってくるものです。特に前線に政治家はなかなか現れないのが日常的なものですから、不満が溜まってくるのは誰にでも起こり得ることです。そうした中において、まさに国のトップが前線に現れて兵士に声をかけるというのは非常に彼らにとっても心強いでしょう。逆にプーチン大統領はこのような前線の鼓舞などをしている様子というのが全く伝えられていません。ちなみにこちらは前線から8キロ離れたガソリンスタンドを訪れたゼレンスキー大統領、買い物をしている様子です。あまりにも戦争が日常化しているといったこともあって、前線からほんのちょっと離れただけでも人々の暮らしは通常通り行われています。ゼレンスキー大統領はガソリンスタンドでコーヒーを飲み、また兵士たちとも自撮りなどを通して交流を図っています。こういった姿を見ると、まだまだウクライナ東部戦線は大丈夫そうだなというのをちょっと感じますね。さて、次にウクライナ南部戦線。南部戦線で大きな出来事は2つだけしかありませんでした。まず第一に、1、ザポリージャ州北部において威力偵察が行われた。この威力偵察を行った側はウクライナ軍です。しかし、この情報を出したのがロシア側といったこともあって、果たしてこの情報正しいのかどうかというのが定かではありません。戦争研究所もあくまでもロシア側がそう言っているだけで、実際にはそういうようなウクライナ軍の動きもないかもしれないというふうに評価しています。しかし、このような情報が出てくるのは、情報戦の一環として、ウクライナ軍が威力偵察を行ったが、これを撃退したんだとロシア側が言い出した、そのような背景もあるかもしれません。そしてもう一つ、2の方。こちらはドニプロ川のダム部分、両軍が睨み合っている状態なわけですが、一部ロシア軍が撤退したかもしれないという話が出てきました。しかし、これもまたウクライナ軍から、それは誤報だといったような訂正がされており、何やらこの地域においては情報戦が主体になっているかもしれません。今のところウクライナ軍にはドニプロ川を越えて大規模な侵攻作戦を行うだけの装備はないというふうに言われています。ですからあくまでもロシア軍の目をなんとか主戦線から引き離してちょっとでも余計な戦力をドニプロ川沿いに集めておきたいなという思惑があるのかもしれません。続いて先日お伝えしたスロバキアからウクライナへミグ29戦闘機を供与するという話、実際に引き渡しが行われる映像が発表されました。今回引き渡しが行われるミグ29は4機で、この4機についてはウクライナからパイロットがやってきて、引き渡しと同時に彼らが戦闘機に乗ってウクライナに帰るという飛行ルートが取られたそうです。
これらの戦闘機は前線に対する支援攻撃やもしくはウクライナ領空の防空体制を強化するのに用いられるものであり、劇的な変化をもたらすだけの数ではありません。ただ、ミグ29といっても、ウクライナが保有しているものよりも中身についてはかなり更新がされているそうです。いわゆる NATO 規格に見合った装備品に改修を行っているということもあって、欧米製のミサイルを供与された時にすぐにでも使えるのではないかといった話があります。そういった意味で防空能力を強化するのには役に立つでしょう。さて、前回、ロシア軍が古い兵器をどんどんと掘り起こして前線に投入しそうだという話をしました。その時登場したのが1950年代に主力戦車として生産が盛んだった T54 もしくは T55 戦車です。これは現在のロシアには最新世代の戦車を量産する能力がまずないなということを示しているという話をしたわけですが、この話を受けてインターネット上ではじゃあ T54、T55 がどんどんと撃破されるようになったら、いよいよそれよりも前の第二次世界大戦中の戦車 T34 が戦場に出てくるのも時間の問題かもしれないというような話が出ています。これについてはフェイクニュースとして使用されるであろう動画というものがすでに出回っており、要注意です。この映像に出てくる T34 は列車で輸送されているわけですが、もともとはラオスからロシアへと引き渡されたもので、実際に戦場で使うためではなく、軍事パレードで多くの人たちに見せるためのものに過ぎないという話です。このことを事前に知っておかないと、この映像を使っていよいよロシアが T34 を前線に出す気だというような話が出てきた時にコロッと騙されてしまうかもしれません。最後にご紹介する記事はこちら。多くの戦死者を出しているロシア軍においては、兵士の質もだんだんと下がってくるという問題があります。そしてこれらの人々のやる気を出させるためには何をすればいいかということで、札束を積み上げて見せるというのがいいのではないかと、ロシアでは考えているようです。ロシア兵、ウクライナの戦車鹵獲で報奨金2000万円相当か、ただし機体は禁物。自分が徴兵された60歳のロシア軍兵士で、たった1ヶ月の中途半端な訓練を受けただけで、ウクライナの前線に到着したところだと想像してみてほしい。武器は60年前の冷戦時代の遺物だ。所属大隊は前進を試みるたびに多数の兵士を失っている。指揮官は数キロ離れた場所で、ウクライナ人が退避して空き家となった家屋に陣取り、前線には滅多に顔を出さない。砲兵の支援も減っているようだ。士気が下がるのも無理はない。しかも、敵対するウクライナ軍は、レオパルト2、M1 エイブラムス、チャレンジャー2などの戦車や、高機動ロケット砲システムハイマースといった西側のハイテク装備を次々入手しているのだから、特別手当として大金が懐に入る見込みがあれば、戦場に飛び込んで、ウクライナ軍の戦車に突撃する気になれるだろうか。石油生産資材を扱うロシア企業フォレスは2023年初め、ロシア兵やロシア側で戦う戦闘員がアメリカ主力戦車の M1 やドイツの主力戦車レオパルト2を無傷で鹵獲した場合、500万ルーブル、日本円で850万円の報奨金を支払うと発表した。この金額はロシア人の平均年収の4倍に相当する。続いて、ウクライナ南部でロシア軍と共に戦っている志願兵大隊が先月、フォレスの報奨金を倍書きし、稼働可能な状態のレオパルト2、M1、チャレンジャー2を鹵獲すれば、1両につき1200万ルーブル、日本円で2040万円を支払うと約束した。ほぼ10年分の賃金だ。ロシア政府関係者は民間による報奨金を称賛。ペスコフ大統領報道官は、これらの戦車については焼き尽くすと宣言した。このようなインセンティブがあれば熱心な兵士が増えるだろうと述べた。そして、今やロシア大統領府も自前の報奨金を支払うことにしたようだ。独立系調査機関はシベリア南部ノボシビルスクの市長が最近ソーシャルメディアに投稿したロシア国防省の報奨金とおぼしき内容を取り上げた。レオパルト2、M1、チャレンジャー2を破壊したら日本円で86万円。ハイマースか統治下 U 短距離弾道ミサイルシステムを撃破すれば1人につき日本円で51万円。ヘリコプター1機なら日本円で34万円。旧式戦車は1両につき約17万円だという。春になればウクライナ軍は領土奪還のための反撃作戦を実施すると以前から言っていました。この時期は
欧米製の戦車や歩兵戦闘車が実際に供与されて反撃のための能力が高まる時期だからです。ロシア軍としてはこのような戦力が整う前にウクライナ軍を叩いて侵略を進めたかったわけですが、この冬の攻勢ははっきり言えばほとんど効果はありませんでした。もちろん消耗戦に引き込むことによりウクライナ軍兵士を死傷させてもきましたし、また激しい砲撃戦を行うことによってウクライナ軍の弾薬の余裕をなくすことにも成功しています。ただしその引き換えとしてロシア軍も多くの戦死者を出していますし、他の国から支援が受けられない状態での激しい弾薬の消費というのはロシア軍の方にとっても攻め疲れを招き、砲撃の頻度は確実に下がってきています。そしていよいよ季節は春になることにより、ウクライナ側からさあ反撃作戦を行うかもよというような話がちらほら出てくるたびに、ロシア軍としてはさあどうしようというふうに考えたわけです。そこで出てきたのが、どこに対してウクライナ軍が全力攻撃をかけてきてもある程度耐えられるようにと、現在は兵士の分散化が行われているというのです。そのために今起こっているのが、市街戦にもつれるほどに前進してきたバフムトすらも攻める力を失うほどに前線の兵力の希薄化が進んだというのです。もちろん本命として攻撃してくるだろうと何度となく報道されているザポリージャ州に最も戦力を集めている可能性はあるわけですが、一方においてロシア軍は守りを固めきれないような形での東部戦線での侵攻といったものも続けていますから、このあたりかなりちぐはぐな行動だと言えます。ウクライナ軍の攻撃をがっちりと受け止めようとすれば、守りを固めるのが一番いいわけですが、そのようなこともせず、ドンバス省も抑えたいから、まだまだ東部戦線では攻撃したいな。しかし、他のところに攻めかかられても困るから、攻撃部隊に兵士を振り向けるのもちょっと無理だなという具合にして、結局のところどっちつかずの状態に陥っているわけです。しかしそのような状態であったとしても、戦闘自体は続けなければならない。だからこそ兵士をなんとか戦わせなければならない。そのための餌として設けられたのが報奨金制度です。ただしこれはあくまでも本当に出るかどうかかなり怪しいものであり、戦車を鹵獲したよという情報について言っても、ロシア政府のプロパガンダを感じさせるものが多いです。例えば、湾岸戦争当時に破壊されたアメリカの戦車の映像を持ってきて、もうアメリカはウクライナに戦車を供与していて、すでに撃破されたんだみたいな話なども始めてしまっているわけです。ロシア軍はその数の多さから言っても、決して侮ってはいけない相手ではあるのですが、その中身について言えば、非常にあちこちずさんな状態であり、ウクライナがもっと国力のある国であれば、自力でもしかしたら撃退できたかもしれません。もちろんウクライナは東欧でも最貧国の一部に数えられる程度の国力しかありませんから、欧米からの軍事支援といったものが欠かせないわけですが、アメリカなどが腹をくくって、ロシア軍をさっさと撃滅しろと軍事支援をもっともっと本格化させれば、ロシア軍を打ち払うことももっと可能なのになと私は思います。例えばこの冬の間、ウクライナに対する射程距離の長いミサイル供与についての話は全く進みませんでした。日本はお金さえ払えばアメリカと交渉することによって射程1600キロのトマホークミサイルを買えるわけですが、ウクライナは300キロのエイタクムスミサイルすらも買うことも許されないし、供与されることも許されないといった状態が続いています。このあたりもうちょっとバイデン大統領も腹をくくってほしいものです。まあそういった意味では日本は全くウクライナに対しては軍事支援は行っていない国です。ヘルメットや防弾着の供与などは私から見れば人道支援の一環とすら言えるようなものです。一方で日本は多連装ロケットシステム MLRS については退役することが決まっていたり、戦車はどんどんと減らしていくし、榴弾砲についても減らしていく。それらについてはウクライナに供与すれば確実に使ってくれるのになどと思います。岸田総理はウクライナに行って惨劇の場となったブチャを視察しています。そういった現地の空気感といったものを感じた上で、日本のあるべき支援として、これまでは人道支援、経済支援しかしてこなかったけれども、軍事支援も行おうと決断してくれればなと願わざるを得ません。結局のところ戦争を早く終わらせるためには、ロシア軍を力で屈服させるしかないのが現実です。そのような現実に基づいた政治を行うというのが日本には必要だと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンの
クリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。